We're standing here right now. Boy, light me up a cigarette. If just one taste is all we get, then put my song on the cassette. Let's do a round Russian roulette. はい、どうもこんにちは。今回はですね、見ての通り、こちら、ゲーミングノート PC についてね、ご紹介になります。もうね、先に価格をお伝えしちゃうんですけれども、こちらのお値段、なんと、150万円となっております。いやいや、150万震えるわ、マジで。まあね、値段もすごいんですけれども、ただその分ね、スペックなどもすごくてですね、これがきっとゲーミングノート PC の究極系なんだろうなと、言っても過言ではないかと思っている、そんなモデルになっています。こちらは ASUS さんの ROG セフィロスデュオ GX651 という ROG セフィロスシリーズの2画面搭載モデルとなっています。今回ですね、ASUS さんからお借りすることができまして、いろいろね、試していきたいなと思っております。実はね、これまでも2画面対応のノート PC ってね、他のモデルの方でリリースはされていたんですが、今回はそれのゲーミングノート PC モデルとなっていまして、なんとグラフィックボードに RTX 5090ラップトップ版が搭載されております。CPU は Intel Core Ultra 9 386H で16コア16スレッドのハイスペックモデルが搭載。メモリについても DDR5 8533の 64GB となりまして、ストレージも PCI Express 5.0 対応の M.2 2TB が搭載されています。もうね、とりあえず最強のスペックを詰め込みましたよと言わんばかりの構成になっていますね。そしてこちらのモデルの特徴でもある2画面ディスプレイについてもお話をしていきたいと思います。付属するワイヤレスキーボードはですね、実はこれ着脱可能でして、こうすることによって下からね、もう1枚のディスプレイが出てくるんですよね。ちょっともう画角収まりきらないけど、こんな感じで出てきますね。すごいよね、これ。こちらはですね、どちらも ROG Nebula HDR ディスプレイとなっていまして、16インチ OLED パネル採用のタッチスクリーンとなっています。解像度は 2880×1800 の16対10の 3K 画質となりまして、リフレッシュレートは 120Hz に対応しています。応答速度は 0.2ms。色域についても DCI-P3 100% カバーとゲームやクリエイティブ作業にと万能に使えるディスプレイとなっています。さらにですね、タッチスクリーンであることを生かした専用レイアウトもね、構築することが可能でして、例えばですが、これをね、こうすることで、こうやってバーチャルキーボードをね、設置することができたりとか、このバーチャルトラックパッドでのね、マウス操作っていうのも可能になっています。これすごいよね。またですね、この6本指でスワイプすることによって、こんな感じでレイアウトを変更することもできまして、この輝度の調整だったりとか、音量調整っていうところもね、直感的にできるようになっています。バーチャルキーボードに関してはね、思った以上に操作がしやすくなっていまして、こんな感じで実配列に対応してますね。実際に打ってみても、思ってる以上に反応をしっかりしてくれて、慣れればすぐにね、使いこなせると思います。付属のね、このワイヤレスキーボードがなくともですね、こっちだけで運用しようと思えば、できるかなといった感じではありました。本体重量に関してはですね、約 2.8kg となっていまして、持ち運ぶとなると少しね、重量を感じる重さではあるんですけれども、このキーボード自体がですね、約 500g ほどありますので、これを外すと 2.3kg ぐらいとなりまして、持ち運びもなんとかね、いけるかなといった感じですね。正直他の軽量モデルに比べれば重たいのはもうしょうがないことだと思いますが、逆にこのスペックで 3kg 以内に収めてくれてるっていうのがね、すごいのかなと思っていますね。ちなみにこのワイヤレスキーボード、これ素晴らしくてですね、約 5.1mm の超薄型設計ではあるんですけれども、しっかりとした打鍵感と使いやすさっていうのがね、ありましたね。こちらは英字配列となっています。で、これがあることによって何ができるかっていうとですね、さっきのこのデュアルモニターをフルで活用することができまして、こんな感じでですね、この2画面をフルで使えるようになるんですよね。本体の裏側にはですね、こんな感じで標準でスタンドがついておりまして、いろんなレイアウトに対応できるようになっています。縦2枚のこの配置はね、めちゃくちゃ使いやすいですし、これを横にすることによってですね、自動でね、画面の向きっていうのも変わって、こんな感じでね、横にして使うこともできます。いや、これをね、外でこうやって広げてたら、どやれることは間違いなしですね。
はい。そしてですね、インターフェースもすごく充実していまして、こちらの左手側にはですね、電源ポートと HDMI ポート、そして USB3.2 のタイプ A とサンダーボルト4のポートが1つありまして、で、イヤホンジャックがあるといった感じになっています。で、反対に右手側にもですね、こんな感じでサンダーボルト4の端子が1つと、あと USB3.2 のタイプ A が1つ、そしてさらにですね、SD カードリーダーまでありますね。これマイクロ SD じゃないので、カメラの映像とかも直接取り込みができますので、かなり嬉しい仕様になっていますね。さらに音についても、6つの内蔵スピーカーで結構音質いい感じでした。来ました。ASUS タブゲーミング A14 の2025年モデルでございます。はい、どうもこんにちは。はい。で、そしてですね、電源アダプターに関しては、こんな感じで、重量がね、約 710g となりますので、ちょっとね、重ための感じにはなっていますが、ちゃんとね、PD 給電対応しておりますので、コンパクトな USB の充電器を持っていくことで、軽量化するっていうことがね、可能ではありますね。電源接続時と PD 給電時のね、ベンチマークっていうのをね、それぞれ取ってみましたので、こちらもね、見ていただければと思います。はい、まずはですね、電源接続時ですね。ベンチマークソフトはシネベンチ R23 で測定をしてみました。マルチスコアは 19,344 ポイント。シングルスコアが1951となっていて、すごい数値が出ていますよね。FF ベンチでも標準品質のフル HD で 19,509、2K 画質で 15,525 と非常に快適といったスコアが出ております。はい。で、そしてですね、気になる PD 給電時のスコアなんですけれども、こちらはシネベンチ R23 では 18,926 と、そんなに大きな差はないという結果になっておりました。FF ベンチに関してはさすがにね、少し差が出てまして、フル HD で 14,620、2K 画質で 9,749 と、一定割合制限がかかる感じかなという感じですね。とはいえですね、十分な性能であるというのも言えるかなと思っていますね。意外にも PD 給電時においてもですね、ゲームなど重たい処理のものでもしっかり楽しむことができましたので、その重たい電源アダプターを持ち歩かなくても運用できると考えるとですね、外での活用も結構実用的なんじゃないかなと思っています。かなりね、いいぞ、これ。とはいえですね、メリットばっかりお話ししててもあれですので、しっかりと気になった部分っていうところもね、お伝えできればなと思っております。細かいところも含めると、5つ。まずは、ここ。はい。天板部分ですね。スラッシュライティングですね。直近のセフィルシリーズに採用されている天板部分のライティングなんですが、やっぱりちょっと主張が激しいなと思っちゃいましたね。点灯しててもしていなくても結構目立つデザインにはなっているので、これはちょっと変えてほしいなとずっと思っております。実はここはね、前々からお話ししている内容ではあるので、一応今回はね、お伝えしておきますね。で、あとはもう一つはここの、ヒンジの部分ですね。実はこのモデルですね、2画面を活かして、こっからさらに、こっちまでいけるんすよ。これを実現するために、どうしてもここのヒンジっていうのはね、こういう構造になってしまっていて、仕方ない部分ではあるんですけれども、ここがね、結構2画面運用するってなった時にですね、この部分にね、結構隙間というか、スペースができちゃうんですよね。横向きにこうやってした時に、このベゼルも含めてなんですけど、ここの間が結構空いてしまいますので、どうしてもその一つの画面として見るにはね、ちょっともったいないなと思っちゃいましたね。ここの部分。一つのこの大画面として見るには、ちょっとベゼルやスペースがね、ちょっと気になりすぎるっていう感じがありましたね。あとはですね、ゲーミングノート PC の宿命ともいえる排熱問題。これはね、もう仕方ないことなんですけれども、RTX 5090も載っていますので、爆熱ですね。正直通常のこのノート PC スタイルっていうのかな。このスタイルで設置した時、ちょっともう排熱が追いついてない感じがしましたね。ここの下の隙間がもう、足りてない感じがしました。そのために、このね、スタンドっていうのがありますので、これをこうしてね、浮かすことはできるんですけれども、もう一つ気になる点がね、実はこのスタンドの部分でして、これはね、縦向きとか、この横向きにするときにはね、すごい便利なスタンドなんですけど、実はこれ角度つけれるのここまでなんですよ。なので、この通常のこのノート PC 形式で使用するには、
ちょっと角度がつきすぎている感じがしますね。でこれをちょっとだけ浮かすみたいな、これがね、できないので、このスタイルで使いづらいんですよね。ちょっとすんなり使えないっていうところがあってですね、個人的には、ここのスタンドにもう一段、例えばですけど、この辺あたりがもう一個、ちょっとパカッと動くような感じになってくれて、ちょっとだけ角度をつけれるようなスタンドになってくれれば、さらに使いやすかったなと思いましたね。で、あと、このバーチャルキーボードを使うとですね、指紋汚れがね、残ってしまいますので、この辺は別途フィルムとかでね、対策が必要なのかなと思いましたね。はい、まあね、かなり細かい部分もお話はしてしまったんですけれども、逆に言うと気になる部分はそれくらいでして、他の部分はもうね、完成度高いというか、ただのロマン PC っていうわけではなくて、実用面もしっかり設計されているかなり良いモデルだなと感じております。まあ価格はね、高いですけどね。で予算に余裕のある方で、とりあえず持ち運びできる最強ゲーミングノート PC が欲しいって方には、間違いなくお勧めできるモデルだと思っております。正直なかなかこれをね、ポンと買える方は少数だとは思いますし、自分もぶっちゃけ予算オーバーすぎて、個人での購入っていうのはちょっとできないかなとは思っているんですけど、もしね、自分がこれ買えるんだったら、マジで欲しい。そんな一台になっていますね。はい。ということでいかがでしたでしょうか。今回は ASUS さんの最強ゲーミングノート PC ROG Zephyrus Duo GX651 を紹介させていただきました。こちらのチャンネルではこういったゲーミングデバイスのご紹介だったりとか、撮影機材等々のご紹介をしているチャンネルでございます。ぜひともチャンネル登録、高評価いただけますと幸いです。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。